こんにちは、ミッキーです。今回は2025年最新レポート新宿カフェ&グルメ6選としてご紹介します。日本有数のターミナル駅新宿。東京在住の方はもちろん、埼玉や神奈川など関東近郊で集まる際には何かと重宝する街でもある一方、お店の多さゆえに外れを引いてしまうこともしばしば。味の面はもちろんですけども、接客面でも失敗してしまうことが多い街だからこそ、後悔しないようなお店を6つピックアップしました。今回ご紹介するお店は、最近話題のスイーツ、昔ながらの喫茶店、世界の朝ごはんなど、幅広いラインナップになっているので、ぜひお気に入りの店を見つけるきっかけにしてみてください。このチャンネルでは、カフェ巡りなど、日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、ベーカリー&レストラン沢村新宿店です。こちらの店は、新宿駅新南口直結、ニューマンの2階にあります、ベーカリー&レストラン沢村新宿です。天候を気にせずアクセスできる便利な立地で、買い物や新宿観光の合間にも立ち寄りやすい魅力の店舗です。また、そのパンのクオリティも高く、食べログパン東京百名店2020にも選出されています。一面ガラス張りの開放的な外観が印象的なお店に入りますと、ベーカリーエリアは焼きたてのパンの香りに包まれた空間。ベーカリーは過去の動画でご紹介していまして、そちらには6席のカウンター席があるんですけども、今回はレストランエリアのご紹介。バーカウンターを中心に木目調のシックな雰囲気のレストランエリアでは、ゆっくりと食事を楽しむことができます。パンの美味しさに定評のある沢村は2009年に長野県軽井沢町で誕生。森林の緑に囲まれ、清流がせせらぐ沢のある村という軽井沢町の風土に敬意を込めて沢村と名付けたようです。国内外30種類以上の小麦を使い分け、低温でゆっくり18時間かけて発酵させたパンは、しっかりと深く甘みのある小麦の旨味を最大限に引き出し、小麦の甘みと香ばしさが際立ちます。そんなパンを使った沢村さんでは、こちらのレストランエリアでモーニングからディナーの時間帯まで沢村のパンを存分に味わえるメニューが豊富です。この日は朝7時から提供されているモーニングメニュー目当てに訪問。後でご紹介しますけれども、沢村ベーコンエッグセットにこちらのカフェラテをセットでいただきました。セット料金にドリンク含まれるんですけども、カフェラテにする場合にはプラス350円で提供いただけます。さて、こちらが沢村ベーコンエッグセット。厚切りトーストにベーコンエッグ、チョリソーにグリーンサラダという構成は沢村のこだわりのパンを楽しむことができる看板メニュー。朝食にしては贅沢なお値段ですけれども、卵2つに厚切りベーコンなどボリュームは満点。やはり食パンの美味しさが際立っていまして、もっちりしっとりした厚切り食パンは絶品。またお腹いっぱいパンを楽しみたい方には、平日、休日ともに熟成酵母パンがおかわり可能なランチセットもおすすめ。さて、1点だけ注意点。実は2024年3月18日から6月4日まではレストランエリアが休業。ぜひお早めにご訪問ください。続いてご紹介しますのはコーヒータイムス。こちらは昭和らしさを感じられます新宿の純喫茶です。新宿駅東南口から徒歩1分という好立地。現代の喫茶店にしては珍しく、タバコを吸いながらコーヒーや軽食を楽しめる貴重な空間。そのため未成年の入店は NG。その点だけあらかじめご注意ください。1967年創業のこちらの店。昭和レトロな雰囲気をそのまま残しているのが特徴的です。エンジ色のコーヒータイムスという看板が目印で、ショーケースの中に飾られたパンなどの食品サンプルも見どころです。
空前の喫茶店ブームが訪れていました1960年代。人々がワクワクしながら店内に入っていった光景が令和の現代においても思い浮かびます。内装は木目調の角度、クラシカルなインテリアで統一。天井から吊るされた照明が何とも温かな雰囲気になっています。二人掛けのテーブルがたくさん配置されていますので、一人でコーヒー片手に静かに過ごすのもいいですけれども、ご友人と会話を楽しんだり、様々な目的で使えるような喫茶店です。店名のタイムスの名前の由来は、新聞が読める喫茶店であったこと。スマホでウェブをチェックする代わりに、ここで新聞を読みながらコーヒーとタバコをたしなんでいたことに由来します。そんな昭和の雰囲気をそのまま継承するために、コーヒータイムスは全席喫煙のまま。昭和の懐かしい雰囲気をそのまま味わいたい方には、コーヒーとともにリラックスできるような空間です。さて、この日に注文しましたのはモーニングサービス。トースト、ゆで卵と自家製のポテトサラダにコーヒーがセットになったお得なメニューです。厚切りトーストにはバターが薄く塗られていまして、お塩を振った片茹での卵と合わせて食べると美味しいです。自家製のポテトサラダはマヨネーズが控えめ。じゃがいもの美味しさがダイレクトに伝わってくれるような味です。コーヒーは苦味と酸味のバランスがちょうどいいような味わい。バターたっぷりなトーストとの組み合わせも抜群でした。ぜひ大人の隠れ家空間としてご活用ください。続いては少し場所を移しまして、新宿御苑前駅から徒歩1分にありますソルというお店。こちらは2022年10月にオープンした韓国風のカフェです。日本でもおなじみになってきましたマルディや、これまで韓国でしか買えなかったマーティン・キムなど韓国アパレルブランドのショップに併設されていますので、韓国らしさが好きな方にとっては特におすすめなお店になっています。店内は白を基調としつつ、明るい木目のインテリアを配置。購入ができるアパレルがゆったりと陳列されていまして、明るく清潔感のある雰囲気です。窓側のカウンター席でゆっくりするのもよし、ローテーブルを囲んでお友達と談笑するのもよし、そしておしゃれなフード、ドリンクを写真に収めるのにも最適なシンプル可愛い空間が広がっています。またドッグフレンドリーなお店なので、ワンちゃんを連れて入店することもできるようです。提供されるメニューは韓国らしく映えと美味しさを両立。常時数種類のスイーツに加えてコーヒー系ドリンクやレモネードなどのソフトドリンクが揃っています。また季節にちなんだメニューを写真に収めつつ SNS にアップしている人もとても多かったです。なお現在インスタグラムを確認しますと、バレンタイン特集が組まれています。バレンタインが訪れる2月はチョコバスチーやワンちゃんのメレンゲケーキが乗ったタルギチョコラテなど、チョコレートを使ったたくさんのスイーツが登場していますので、ぜひ訪れてみてほしいです。なおお店は完全キャッシュレス。最近は現金を使う方も少なくなってきているかと思いますけれども、その点ご注意ください。また滞在は1時間限定、人気な店舗でありますので、その点もご注意ください。さてこちらはラインナップされています様々なスイーツ。少し気になったのはシナモンチュロスのテイクアウトメニューがあった点。こちらはテイクアウトしつつ、例えば新宿御苑などでのピクニックにもおすすめかと思いますので、そういった用途にもご活用ください。また右下にディスプレイされていましたのはラッキーレアチーズケーキ。チーズケーキの上に四つ葉のクローバーが乗っかっていまして人気のメニュー。昼過ぎになります13時頃にはすでに売り切れてしまう可能性もあるとのことなので、いただきたい方はなるべく時間に余裕を持って訪れることをお勧めしています。さてその中、今回いただきましたのはラッキー抹茶ラテに加えてアールグレイバスクチーズケーキ。ラッキー抹茶ラテは四つ葉のクローバーをモチーフにしたラテ。韓国でリボンモチーフの次に流行すると言われているのがこちらの四つ葉のクローバーだとのこと。抹茶パウダーでできたクローバーが可愛らしいだけではなくて、抹茶の部分が濃厚で抹茶好きにはたまらない味わいになっていました。そして手前のアールグレイバスクチーズケーキ。口に入れますとバスクチーズケーキのまったりした食感と酸味、そして最後にアールグレイの香りと風味が広がるような一品になっていました。
続いてご紹介しますのは2024年11月にオープンしたクッキーとクロッキーの専門店クルア。ちょっといい大人横丁、美味しさと上質を手軽に日常の一コマへをコンセプトとした新宿横丁の中にお店を構えています。フードメニューは3種類のクロッキー、6種類のクッキーをラインナップ。今回は2種類のクロッキーと2種類のクッキーそれぞれを店内でいただきました。店内に関しましてはカウンター席4席がすでに提供されているんですけれども、隣接する店舗が15時から17時の間はクルアさんの席として利用可能ですので、15時から17時までの間だけ20席プラスされた24席で利用可能です。ぜひそのタイミングでこちらのクロッキーとクッキーをお試しください。さて、ここからはクロッキーそしてクッキーのご紹介。まず全3種類のクロッキーはオリジナルチョコオレオナッツ、抹茶クリームチーズ、ダブルチョコロータスをラインナップ。左手に映っていますのが抹茶クリームチーズで、右手に映っていますのがダブルチョコロータスです。今回はドリンクとしてティーラテと抹茶ラテを注文してるんですけども、こちらのラテに関しましてもクロッキーと組み合わせることで美味しくいただけますので、そちらもぜひ注目してみてください。クロッキーと言いますのはクロワッサンにクッキー生地を乗っけた一品。クロワッサンの部分がサクサク、上に乗ったクッキー生地もザクザクとした食感でとても美味しかったです。一方、クッキーは6種類をラインナップ。メープルパルメザン、チョコオレオ、抹茶クリームチーズ、ダブルチョコナッツ、オリジナルチョコナッツ、そして抹茶ロータスのラインナップになっています。こちらのクルアさんで提供されているクッキーはチャンククッキーという分類で、チャンクとは塊という意味。少し大きめのチョコレートが塊で入っていますので、チョコチャンククッキーとも呼ばれています。そんなクッキーはリベイクするとソフトでしっとりとした食感。そのまま食べるとギュッと中身の詰まったザクザク食感のクッキーでした。さて、こちらはクロッキーをクリームラテにつけている様子。エスプーマを贅沢に使用したふわとろのクリームラテになっていますので、クロッキーをつけて味変するのがおすすめ。クロッキー自体も思ったよりボリュームがありますので、半分はプレーンでいただいて、半分はラテにつけるといったのがおすすめなポイントです。さて、こちらはクッキーをテイクアウトした時の様子。テイクアウトでも包装も綺麗にしていただくことができますし、小分けの袋に入っていますので、お友達同士で提供する際にもお勧めできるポイントです。続いてご紹介しますのは2022年2月にオープンしました圧力鍋うどんくぬぎ屋です。こちらも先ほどご紹介したソルさん同様、新宿御苑前駅の近くにあるお店です。独自の圧力鍋製法を用いた新食感のうどんを提供するうどん屋さん。マツコの知らない世界でも紹介された人気店です。まるで餅のようなもちもちとした食感が唯一無二のうどん。圧力鍋で茹でると通常より高温かつ短時間で茹でることができますので、麺の中心に火が通らないことで硬さにグラデーションが出せるようです。そんな麺の奥行きを感じながらぜひとも味わってみてほしいです。看板メニューは温かい明太子クリームうどん。そちらの看板メニューに加えまして、今回は豚肉鶏天うどんもオーダーしています。さて、まずは明太子クリームうどん。博多金福の明太子、青森県産の長芋の素揚げ、舞茸の素揚げ、いりごま、香川県産のネギ、そして刻み海苔が乗った一品となっています。順番に具材を混ぜて食べることで最後まで飽きずに楽しむことができました。スープはサバ、ウルメ、カツオ、煮干し、日高昆布で抽出した白だしにペースト状の鶏、香味野菜を合わせ、丸尾うまみ醤油、寿醤油、薄口醤油で味を整えているとのことでした。クリーム丼でありながらさっぱりとしているので、スープも最後まで飲み干せました。そしてもう一つがこちらの豚肉鶏天うどん。こちらは男性人気ナンバーワンとのことです。豚肉に加えてジューシーな鶏天がたっぷり入っていまして、優しい和風だしの味がほっこりできるような一品になっていました。そして最後にご紹介しますのは、世界の朝ごはんを味わえる魅力の店舗テイストザワールド新宿店です。
テイストザワールドは各国の歴史、文化、栄養や知恵が詰まった伝統的な朝ごはんを2ヶ月ごとに異なった国にフォーカスを当てて提供してくれる、そんなカフェです。実はこちらの店、過去にワールドブレックファストオールデイという名前で運営されていたんですけれども、2024年11月に名称変更、新規移転、リニューアルして再展開しました。さらにそのタイミングで吉祥寺、銀座、外苑前に次ぐ4店舗目としてオープンしたのがこちら新宿店。過去にリニューアル前の吉祥寺、そして銀座の店舗はご紹介していますので、よかったらそちらも参考にしてください。こちらはアクセスがいいところもおすすめのポイント。新宿三丁目駅から徒歩1分足らず、新宿駅からもわずか4分の距離にありまして、これまでの店舗以上に来やすく、かつ穴場的な店舗になっています。内装はカラフルで親しみやすい雰囲気。訪れるだけで気分が明るくなるような空間になっています。また、2人ずつ向かい合わせて着席することができます長いテーブルは、まるで異国の家族と朝食を囲むダイニングのよう。白い壁にはその月に提供されている国のメニューにちなんで、その国の食べ物やグッズが飾られているなど、まるで旅行に来たような気分に浸れます。さて、テイストザワールドのテーマは、朝ごはんを通して世界を知ること。日本の伝統的な朝ごはんと聞いて思い浮かぶのは、白いご飯とお味噌汁に焼き魚。もちろん世界各地にもその土地ならではの朝ごはんがありまして、気候や風土、宗教や習慣が異なる国々の食文化が凝縮した朝ごはんを食べることで、それぞれの国の生活が見えてくるから不思議です。現地で食べる朝ごはんに近いものを日本でも味わってほしい。そんな思いを持って開発されたメニューは、各国の大使館や現地出身の方々から協力を得て、本場の味を再現することにこだわっています。さて、この日私が訪問した月に提供されていましたのはカナダの朝ごはん。今回のカナダの朝ごはんのように、基本的にはワンプレートで提供していただくことができます。まずはカナダの食卓に欠かせないブルーベリージャムがたっぷりかかったブルーベリーパンケーキ。甘酸っぱいジャムの味付けが絶妙にマッチしていました。加えてフライドポテトにチーズカードとブランデーソースが濃厚な味わい。ブレックファーストプーティンは食べ応えがある一品になっていました。そして右上に映っていますのがコーンミールをまぶした豚ロースをカリカリに仕上げましたピーミールベーコン。ローストトマトが添えられた香ばしい香りのフードになっていました。以上、今回は2025年最新レポートを新宿カフェ&グルメの苦戦としてご紹介しました。途中でご紹介しましたソルーさんやクルアさんのように新しいスイーツを体験することもできますし、冒頭でご紹介した沢村さんやコーヒータイムスさんのようにモーニングを楽しむのにもぴったりな街です。また、個人的に大好きなテイストザワールドさんが新宿にも登場してたので、昔から気になっていた方で、銀座や吉祥寺、表参道など、今まであまり訪れる機会がなかった方にとっては、重宝できるスポットになっているかなと思っています。新宿に関しましては、過去にも複数ご紹介していますし、これからもたくさんのお店が登場するかと思いますので、また定期的に気になるお店があったら訪問して動画にまとめたいと思っています。もし皆さんでも気になる街、他にありましたらコメントの方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。